の映るの恥ずかしいからさ、書き直しという、大変悲しいお話になりは、やってなかったじゃんっていうのを置いとくよ。ついた。よいしょ。昨日までやってた絵は、とりあえず、主要な顔とかの細かいところ以外は、線入れなしで厚塗りっぽく仕上げようかなと思っていたので、ざーっと各パーツ色をのせて、で、とりあえず定山レイヤーで影をざーっと塗って、光の当たる感じとかの明暗のバランスとかを確認するぐらいまでは進みました。木曜の段階でこれなんで、今日木曜だよ。木曜の段階でこれなんで、間違いなくまた来週も仕上がらないんで、来週またなんかどうでもいい絵をアップすることになるんじゃないでしょうか。気合入れて描く絵はね、だいたいそんなもんです。カメラの向き間違えてまして。これ、なんかキャラの後ろ側、背面からのカメラなんですけど、逆で、キャラの正面側からのカメラでこれ描かなきゃいけなかったということが発覚してしまったので、書き直しという、大変悲しいお話になります。つら。とりあえず、どうしよっかな。で、こういう時にキャラの向きが変わるけど、当たりを使い回せないかなとかってやると、逆に、使い回したせいでぐちゃぐちゃになったりはするので、ボツはボツで使い回さずに書きます。個人だからいいよね。これが誰かと協力してやってますだったら、あれでしょ、絵描いた人、絵描き担当の人、それもね、サークルとかでさ、自分ら身内感だったらいいんだけどさ、身内でも何でもなくて外部に金払って絵描いてもらってるとかだったらさ、依頼とかでさ、すみません、完全こちらの不手際なんですが、ちょっと逆から書き直してほしくって、みたいなことを、取引先みたいなさ、絵師さんに行って、で、それで頭下げまくって追加課金でまたもう一枚書いてもらうみたいなことが発生するんでしょいやー、こういう時ね、何もかも自分でやってるならね、どれだけリテイクしてもタダだから。サラスピットブさん、ディレクションミス。そう。どれだけディレクションミスっても自分が頑張ればいいだけなんで、実質タダですよ。はぁ、そう。でも実際ね、その外部の人とやっててそんなことが起きたら、絵描き直してもらうぐらいだったら自分でシナリオ変えるわって方向になる気はするけどね。大変だこれ。確かこれ4倍で書いてるはずだから。それでペンじゃ足りなかった。だいたいメッセージウィンドウの大きさがこんなもんで、これが下端に来るはず。ざっとこんなもん。いいね、メッセージウィンドウ入っても。位置的にちょうどいい気がする。こんなもんやろ。そう。ちゃんとメッセージウィンドウの表示位置をとか確認できるようにしながらイベントカット書いておかないと、顎の下が切れるとかさ、なんかしょうもないところでメッセージウィンドウで切れるみたいなのあるから。やっておかないといけないよという戒めですね。やってなかったじゃんっていうのを置いとくよ。普段やるからね。普段ちゃんと一番最初に、外枠とメッセージウィンドウの枠書いてから、本当はちゃんと絵作りするからね。やつを4色に減色すると、なんかゲームボーイみたいな色味になったら、これ4色に無理やり減色してるわけね。これ。で、4色に減色してから、これは違うな。テンポラリの画像だから最後のワンカット分しか残ってないんだけど、
まあ、それから一色、一番白いところかな、多分最後に加工したの。この一色分の色とそれ以外でマスク画像を作って、で、そのマスク画像を元に、そのマスク画像の場所以外を一旦黒にして、で、そっから透過色になるように黒いところを、透過色で塗るとすると、こういう画像になって、で、それをさっきの4色に原色した、どれだこれがこれの1色ごとに白いとこ、ベージュンとこ、薄緑、濃い緑とかかな。でやっていくことによって、RPG スクールは、画像は256色までしか使えないんだけど、RPG スクール2000上の色表現はもっと大きいので、つまり、4つの画像に分割してそれぞれで、色数の圧縮をかけることによって、4倍の色を使おうという姑息なやつです。はい。バイソンの位置ずれてんね。誰だよ私だよまず感情できねえからスープがウィンドウで見えないやつ。そうそうそう。なんでずれてんだよ。私が筋のずれてんじゃんずれてんじゃんサラスピットグさん。バイソンうめうめ。そういうの映るの恥ずかしいからさ、気を使えって言ってんじゃん43の78と43の77だよ。なんか今間違えた移動をした気がするな。もうわかんなくなってきちゃったよ。43の78がサイさんで、43だよ。X が一緒だから左を合わせんだよ。はぁ、バカ。バカや。で、あと、ピクチャ消した時にメッセージウィンドウを戻し忘れがあったんだけど、消すのは同じでいいね。変な書と書きをしてまとめてよくわからんとこが消えてしまった。怖い怖い。これで今度こそトンチキなことにはならないはず。伊豆ニューモニタールームって変数があってそれ使っておるようですね。あったね。M ルーム信託ロジックの全容が分かった。場所はこう。やっぱりチェック M ルームフラッグス。だから、11の終わりに2つ増えるから、6と7を書いて。で、呼び出し物は、ベースのイニットとセレクトのイニット。だから今これで2件ビルドが入って、ファイル名でわかんないな。ベースのイニットがこれで、各ページの初期化処理のファイル名全部イニットにしてるから、変更があったファイルでイニットって並ぶとどれがどこのイニットかわかんなくなるやつをしていた。これがベースのイニットで、あと1個セレクトのイニットが変わったらしいんだが、これが、多分これだな。重いからそうだ。セレクトのイニットが、なんかこう待ち時間にマウスくる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 って動かしちゃうんだよな。多分ね、この癖ね、Windows 95とか、イニシエの時代に、ME とか、イニシエの時代にパソコン使ってたからだと思って。要は、重い処理が走って画面が止まってる間に、単純な処理待ちでパソコンが生きてるのか、パソコンがフリーズしたのかを判断したいから、それを判断するために、待ち時間にマウスくるくるくる癖がついてんだろうな、多分。完全に、インターネット老人会の仕草だよ。インターネットというかパソコン老人会。これで、サラスピットグさん。処理待ちあったね。ちょっと外すけど、
これでモニタールームのニューが、ついた。大丈夫そう。大丈夫そう。思ったより簡単。この調子だと、今月中には、モニタールーム7本目は終わって、8本目にも入れててぐらいかな。なんで7月中にはいよいよ投資テストに入れるかもしれないし、いやでもまだまだ細かいところ組んでない気もするからまだダメなような気もしますが。まあなんとか夏には出せるんじゃないかなぐらいまで先が見えてよかったっす。もう1年以上かかってるはずだからな、これ作るのに。間違いなく。で、それを、字の文とかも書いてあるガチの小説みたいな何かですね。で、それを元に、ゲームで使うシナリオ形式に置き換えていくんですけど、だからあんまり下の絵見てたらわかんない。